あー、森楽しかったね。楽しかった。ちょっと怖かったけど楽しかったね。怖くない？怖いよ。私怖い。いや怖かった、ちょっとだけ。そしてお腹も空いて、お腹空いてるよね。ピクニック行こう。行こう。はい、よし。あ、可愛いのが見つけた。これは可愛い。怖い。子供か動物か分かりません。いい場所見つけたよ。お腹空いたよ。めっちゃ空いてるよ。食べよう。食べよう。食べよ美味しいね。すずちゃんはね、最近彼氏とはどうまくいってるよ。う？よかったね。可愛いのよ。やっぱり日本の男性は可愛いよね。可愛い。フィンランド人はちょっとクールな感じなんじゃない？あんまり感情も見せないし、そんなに喋らないしね。日本人の男性の人はこう場の空気を盛り上げるのがすごい上手だよね。そうね。日本人の男性はやっぱり趣味が多い気がする。写真を撮ることとか本を読むこととか趣味があるし、なんかとにかく一緒に喋るとってこっちがなんか元気になる。そうね。もっと元気。フィンランド人はちょっとマッチョな感じなんじゃない？うちらはね、そう、好みはね、好みはちょっともっとボーイッシュな感じが。だからジャニーズが好きになってる。ジャニーズね、やっぱり。だって理想が山田でしょ。もちろん、まあ、見た目も性格もそうだし、人ってなんか自分の身近にないものに憧れちゃうじゃない、だからまあ私が顔の、まあ、目の形とか、その顔の形とか、日本人の男性でなんかすごい好き。私も。エリサも日本人の人と付き合ったことあるよね。あるよね。なんか文化の違いというのはやっぱり出てくると思うけど、なんかあった？まあ、文化よりは言葉かな。まあ、自分が日本語できるのに、例えば、まあ、喧嘩の時とか、傷ついてる時は感情が溢れる時は、日本語で伝えられない。そうそう、日本語で伝えられないから、ちゃんと言葉が出ない、というのはちょっと大変だと思う。私も喧嘩の時はフィンランド語になっちゃうね。普通は何語で喋る？あ、うち？最初は日本語だったの、でもそしたら付き合っていくうちに彼氏もフィンランド語できるから、私日本語最近はめちゃくちゃサボってる。フィンランド語になっちゃう。お互いの言語ができるってことはやっぱりすごいいいことなんだよね。お互いの家族とも喋れるっていうのはすごい大きいね。それね、彼氏さんの家族と話したこととかある？ある。スカイプで。どうだった？すごい緊張した。緊張するよね。多分生で会うよりも画面越しにこう喋るとなんかすごい緊張したけど、すごい優しかったからみんなも。よかったね。でもすずちゃんは日本語は上手いから、それでご両親も安心できると思うんだけど、日本語が喋らない人だったら話せないから、それもちょっと辛いかなと思う。
私の両親は英語も喋れないから、日本人の彼氏できたら多分その彼氏はフィンランド語できないから、どうやって両親と話せるかって、もうそれはもうエリサが通訳するしかないよ。でもそれは辛い。そこまで深く仲良くなれないかもしれない。そうだと思う。やっぱり日本人の彼氏が欲しい。やっぱりそうなんだよね。私もフィンランド人の人と付き合ったことがあるけど、自分たちにとって日本がすごい大事じゃない？そう。相手がもしフィンランド人で日本のことが何も分からなくて日本語もできなかったら、なんか、例えば Tinder とかで探すと、共通点がある人を見つけるのはちょっと大変かなと思う。その相手は日本に何がつながりとかなければ、ちょっと難しいかな。難しい。日本の料理とか、日本の文化とか紹介したいと思ってるけど、その相手は興味なければ絶対無理。人生のすごい大事な部分だから。それをシェアできないと自分の大きな部分もシェアできないっていう感じなんだよね。どんな人がタイプ？山田が出てくるだろうけどどんな人がタイプ？やっぱり優しい人なんだよね。山田の一番好きなところは笑顔が綺麗で、その笑顔でその心の温かさが伝わってくる。そういう人が好きなんだよね。もし日本人の人と結婚した場合は、フィンランドに住みたい？日本に住みたい？フィンランドに両親がいるから離れるのはちょっと大変なんだけど、前からは日本に引っ越したいと思ってるから、結婚したら結婚する相手が日本人だったら多分日本で会う人だと思う。結婚してから引っ越すんじゃなくて、日本に行って、日本に住みたい、そしてそこで誰かと出会って、そのままっていう感じ？多分そうかな。私はやっぱり日本に住みたいかなと思うけど、せちゃんはどう？私はフィンランドだよね。フィンランドね。住むのはフィンランドで、日本に、少なくとも年に1回は行きたいっていう感じで。その結婚相手がフィンランドに住みたい人じゃないとダメなの？そうだね、私の場合は多分その結婚式はフィンランドでやるか日本でやるか。これはね、両方。結婚式は1回だけでフィンランドでやって、日本でなんかその結婚衣装を着て記念撮影をするっていうのが夢なんだよね。私もそう思う。やっぱり結婚の話したけどさまずは好きな人ができないとね。でも今時はね、出会いがあんまりないんだよね。確かに。でも好きな人ができたとして、付き合い出すまでの道のり、どうやって付き合うようになるっていうのはフィンランドと日本で違うじゃん。フィンランドだったらもちろん人によって違うけど、普通のパターンは最初は友達になってグループで遊んで、その後2人でデート行ったりしてどうかなるかな。告白ってないよね。あんまりないよね。フィンランド好きです付き合ってくださいってのはないよね。気づかないうちに付き合ってるみたいな友達として遊んでるかデートかって分かんないじゃん。難しいよね。フィンランドと日本、国としての文化の違いといえば、フィンランドの場合、最初付き合ってる時に長く一緒に住んで、その後に結婚するなら結婚する。日本の場合はなんか最初別々に住んで、付き合ってデートしたり、そしてお互いの家族に会って、結婚してから一緒に住み始めるっていうのが私のイメージ。確かにそうよね。でこっちでは、とにかくまずこの人と一緒に住めるかどうかこう試すみたいな。私の友達の中でも10年間も一緒に住んでるのに結婚しない、赤ちゃんも作るのに結婚しない、そういうカップルも多い。フィンランドではそれできるんだよね。日本の場合はこの家族の戸籍に入ってて、子供も生まれたらその戸籍に入るっていうことで、それで結婚しないといけないっていう感じなんだよね。そうね。でフィンランドではその問題がないから、もう赤ちゃんが生まれたら個人としてその赤ちゃんがいやー、いろいろあるね、国際恋愛には。
いいことも難しいことも、まあでもどんな関係でもそういうことなんだよね。そうだそうだ。いや久しぶりに恋バナできたよ。楽しかったね。楽しかったね。今日楽しかった。よし。そろそろ行こうかな。そうだね。あ、でもまだ食べてる。ちょっと待って。私も食べよう。終わりだけど。リモート乾杯。リモート乾杯。楽しかったね。楽しかった。女子会楽しかった。また寄ろうね。久しぶりに恋バナもできたよね。じゃあ皆さんは女子会をするときはどんな話をしますか？やっぱり恋愛の話ですか？聞きたいから下にコメント書いてください。はい、それではエリサ・マリアとすすでした。バイバイ。またね。